こんにちは、ゆらり旅です。今回は静岡県の伊豆半島にある大人ホテルに行きたいと思います。1976年開業、眺望が自慢の名門ホテルである大人ホテル。大人の高台に立ち、ロビーや客室の窓からの秀逸な景観、富士の霊視を一望できるお宿です。読売巨人軍の長嶋茂雄さんが現役時代に伝説の山ごもりをした場所でもあり、著名人も数多く足を運んでいます。四季折々に姿を変える霊峰富士が堪能できる大浴場では、大人金山より湧き出るかけ流しの温泉でゆっくりくつろぐことができます。夕食、朝食ともに老若男女問わず楽しめるバラエティ豊かなお料理を堪能でき、まさにコスパ最強な満足感を味わえるホテルです。昭和の雰囲気が漂う日本庭園や壮大な景色が楽しめる大人ホテルの様子をぜひ最後までご覧ください。気持ちのいいお天気の中、ホテルに向かっています。目の前に見える山々や田んぼがあり、自然豊かな道を進んでいきます。大人橋をくぐります。大人は日本野球界の至宝である長嶋茂雄さんが現役時代の昭和42年から48年までの間、拠点として自主トレーニングを行っていた場所なんだそう。先ほど走った大人橋から今走っている大人ホテルに到着するまでの道のりが読売巨人軍長嶋茂雄ロードと名付けられています。その際に常宿として利用していたのが今回宿泊する大人ホテルなんだそう。緩やかな坂道をずっと登っていきます。長嶋茂雄さんはこの 1.5 キロもの坂道をランニングで登られていたそうです。ホテルの案内が見えてきました。到着です。正面駐車場、裏駐車場、第2駐車場があり、117台ほど止められます。入り口の横にはすぐフロントがあります。先にチェックインを済ませます。お夕食をバイキングで承っておりまして、こちらからお時間お選びください。90分間飲み放題付きのバイキングでございますので、ご利用6時50分までとなります。朝食こちらからお選びいただいております。朝食券の方は1枚でございます。お時間券ございませんので、こちらでお時間書いておきます。大浴場のご利用時間の方が本日は3時から24時まで、明日は5時から10時までとなりまして、翌朝男女入れ替えがございますので、お間違いないようにご利用ください。チェックアウトは夏の間10時でございます。こちらに Wi-Fi のパスワードと別注料理のご案内載せておりますので、またご覧になってみてください。では館内を見ていきます。こちらはロビー。天気がいいと窓から富士山が一望できます。今日は残念ながら見えませんでした。こちらは売店。お部屋のお茶菓子からご当地のお土産など種類豊富に取り揃えられています。お酒の種類も豊富ですね。
売店の隣には自販機やマッサージ機、長嶋茂雄さんの特設コーナーがあります。製氷機は無料で利用できます。マッサージ機は2台あり、10分200円です。長嶋茂雄さんがオーヒトホテルに来館された時の写真などが飾られています。著名人がたくさん来られているんですね。サインがたくさん飾られていました。その隣には浴衣コーナーがあります。こちらから屋外プールに行くことができます。プールは夏季のみの営業。8時30分から10時、13時から16時30分まで無料で利用できます。岩に囲まれて少し温泉のような雰囲気もあるプールです。見てください、この立派な木。大迫力です。監視員さんもいて、更衣室やお手洗いも完備されています。シャワーや空気入れもあります。プールの横にはランドリーコーナー。洗濯機と乾燥機が2台ずつ無料で利用できますよ。自然の中にあるプールといった感じで、とてもいい雰囲気でした。次は日本庭園や離れの方に行ってみます。巨人軍の長嶋茂雄さんが現役時代に自主トレ、山ごもりとしてこのホテルをご利用されたそうですが、長嶋さんは離れの富士のお部屋でなければお泊まりにならなかったとか。こちらがその噂の富士です。趣のある佇まいですね。ご長男の長嶋一茂さんがここを訪れた時の様子を語られている番組がロビーで流れていました。庭も広いのでここで素振りなどをされていたそうです。離れは全部で9棟あるので、プライベート感を満喫したい方にはおすすめです。日本庭園はまだまだ続き、池などもあります。ホテルの周りをぐるっと囲うように道になっているので、ホテル散策が長く楽しめます。神秘的な空間を発見。あれは湧き水でしょうか。さらに先に進むと足湯が楽しめる場所もあります。富士見の足湯は9時から日没までの営業です。
天気が良ければ足湯に浸かりながら富士山を眺められます。タオルも置いてあるので手ぶらで来ても大丈夫です。スマホスタンドもあるので富士山と大人の街並みを背景に記念撮影ができますね。足湯を出て少し歩くとすぐロビーの出入り口の方に戻ってこれました。足湯だけ利用したい場合はロビー横の出入り口から行けばすぐに着きます。ロビーに帰ってきました。ロビー横に喫煙所と花火ができるスペースがあります。こちらには卓球コーナーとカラオケがあります。卓球は予約制で1組50分、料金は無料です。カラオケは予約制ではなく共用カラオケです。誰もいない時間に利用するか他の方と順番で利用するといった感じです。有料カラオケもあるのでプライベート空間で利用したい場合はそちらがおすすめ。1組50分、税込み1100円です。階段を降りたところには麻雀ルームや2つ目の共用カラオケルームがあります。麻雀は予約制です。こちらの共用カラオケの雰囲気はこんな感じです。ホテルを出て500メートルほど歩いたところにテニスコートとショートコースがあります。テニスコートに到着。ハードコートです。予約制の1組60分、料金は無料です。休憩できるところもありました。この先にショートコースがあります。こちらは予約不要の先着順。9時から16時まで自由に利用できます。貸しクラブ、シューズは無料、ボールのみ有料で5個入り330円です。こちらも天気がいい日は富士山を眺めながらゴルフを楽しめますよ。次は大浴場を見ていきます。15時から24時、翌日は5時から10時まで男女入れ替え制です。まずは男性の湯から見ていきます。入り口に貴重品ロッカーがあります。脱衣所は広々していますね。洗面台は一つずつ区切られています。ヘアトニックやアフターシェーブローションがあります。大きい窓があり開放的な内風呂。大人金山より湧き出るかけ流しの温泉です。
露天風呂もとても広いですね。景色は見づらいですが、すがすがしい青空を見渡せます。夜は星空も綺麗なんですよ。次は女性の湯も見ていきます。こちらの脱衣所も広々していますね。洗面台はレトロな雰囲気。美肌ゲルやネイルシャインもあります。こちらの内湯も開放感がありますね。こちらの大浴場からも富士山を眺めることができます。今日は残念ながら富士山を見ることはできませんでしたが、他の山を眺めたりしてのんびりと入浴できました。こちらの露天風呂は先ほどよりも大きいです。空気が澄んでいる日は富士山がくっきり見えるので、ゆったりと湯船に身を委ねながら富士の眺めを楽しめますよ。夜は星空を眺めることができ、本当に癒されました。貸し切り風呂は予約制で1組50分、料金は無料です。2カ所あります。こちらも源泉かけ流しの温泉です。貸し切り風呂が無料で入れるのは嬉しいですね。家族水入らずでゆっくり温泉に入れました。温泉を出たところには自動販売機があります。アイスやコーヒー、牛乳、アルコールなどがありました。大浴場の隣にはゲームセンターがあります。営業時間は14時から21時まで。子供から大人まで楽しめそうなゲームセンターです。館内はすべて見終わったのでお部屋に向かうんですが、その前にロビーでちょっと休憩します。今日は猛暑でとても暑いので、売店でアイスでも買って休もうと思います。3人でシェアできるモナカアイスにしました。いただきます。あんバターモナカも3等分。どっちも美味しかった。ここから富士山が見えたらもっと気持ちよかったはず。夏は空気が澄んでいないので、晴れていても富士山が見えないこともあるんだそう。ロビーで一休みしたところでお部屋に向かいます。
今回宿泊するのは本館の7階。和室10畳、富士山側のお部屋です。富士山側なので眺望はいいですが、お風呂がついていないお部屋となります。入ってすぐに洗面台などがあります。アメニティは歯ブラシのみです。お茶は松崎町産クワパウダー。冷蔵庫は大きめです。冷蔵庫の向かいにはお手洗いがあります。清潔感のある和室ですね。純和風で落ち着きます。お茶受けはエビせんべいとわさびサンド。タオルと浴衣の帯はクローゼットの中にあります。外の景色を見てみましょう。大人の街並みを一望できます。天気がいい日はこの辺りに富士山が見えるそうです。空気が澄んだ冬はよりはっきり見えるそうですよ。窓側から見たお部屋はこんな感じ。お外の景色を眺めながらゆっくりくつろげるのはいいですね。この後別のお部屋も見せていただけることになったので、早速行ってみましょう。まずは6階にある洋室ツインの客室を見てみます。入って右側にテレビや冷蔵庫、ソファーベッドも1台あります。この客室は天城連山側。天城の山々を見渡せます。下にあるプールも見れますよ。バストイレはユニットバスタイプ。19平米の比較的コンパクトな客室でしたね。次は露天風呂付き客室を見ていきます。こちらのお部屋も入ってすぐに洗面台やポットなどがあります。こちらも10畳の和室タイプのお部屋です。露天風呂を見てみましょう。素晴らしい景色。洗い場も広々していて快適に使えそうですね。天気が良ければ富士山を眺めながら温泉を楽しめます。今日は富士山が見えませんが、日本庭園や大人の街並みを眺めながらの温泉も気持ちよさそうです。富士山が見えるとこんな感じ。自分の好きなタイミングで温泉に入れるのは魅力的ですね。こんなに景色のいい露天風呂付き客室は貴重だと思います。最後は離れのご紹介です。
離れは本館2階の扉から外に出て庭園を抜けると到着します。見えてきました。離れは全部で9棟あり、2名から予約できるところもありますが、今回ご紹介するのは4名以上で予約できる離れとなります。こちらは縁側です。和室2間でとても広々しています。趣のある和室です。昭和初期の建物だそうなので、どこか懐かしい雰囲気が漂います。障子を開けると縁側につながり、その奥には日本庭園があります。今日は見えないんですが、こちらからも富士山を眺めることができます。こちらはお風呂。内風呂は小さめですが温泉なんですよ。大浴場まで行かなくても温泉が楽しめるのは嬉しいですね。こちらはお手洗い。洋式、和式、男性用と3つあります。ご家族、ご友人などのグループで楽しく過ごせそうなお部屋でしたね。以上、客室紹介でした。夕食バイキングの前に和食膳会場のご紹介です。大人ホテルはバイキングの他に和食膳のプランも用意されています。ご飯やお味噌汁の他にもアルコール類も好きなだけいただいていいそうです。会場は2階なので素晴らしい景色です。富士山を眺めながらゆっくりと食事を楽しむ時間は至福のひとときですね。お待ちかねの夕食バイキングのお時間です。この日は17時20分スタートでした。食事時間は90分です。では早速見ていきましょう。
会場は天井が高くて広々しています。窓側のお席からの景色もいいんですよ。では早速取り分けていきます。まずは海鮮系からいただいていきます。ローストビーフもいただきます。ソースをかけて、酢豚のお肉大きいですよ。八宝菜はお肉たっぷり。串カツもいただきます。中身はお肉かな。大好きなもつ煮もいただきます。会場はとてもにぎわっていますよ。最初はビールをいただきます。1周目はこんな感じで持ってきました。父さんはこんな感じ。お姉ちゃんはお刺身いっぱい。別注料理も頼んでみました。静岡和牛ステーキです。たっぷり 100g です。綺麗なサシが入っていて美味しそうですね。石の鉄板でじっくり焼き上げます。まずは乾杯をしましょう。ビンチョウマグロからいただきます。綺麗なピンク色ですね。ビールが美味しい。お寿司はシャリが大きめ。映像では分かりづらいですが、ちょうど夕日が出ている時間でとても綺麗なんです。ローストビーフはソースがさっぱりしていて美味しいです。酢豚のお肉が大きい。これは食べ応えがあります。串カツの中は玉ねぎと小さめのお肉が入っていました。そろそろステーキを焼き始めます。固形燃料で焼くんですが、火力が足りるのかちょっと心配。鉄板は分厚い石なんです。
裏返してみます。もう少しですね。焼いている間にビールをスタンバイ。火力は全然問題ありませんでした。美味しそう。ステーキソースをつけていただきます。美味しい。すごく柔らかいです。お肉は美味しいです。2回目のお肉を焼いてるうちにおかわりに行ってきます。1回目で美味しかったものを中心におかわりします。2回目はしっかり石が温まっていたのですぐに焼き目がつきました。いい感じですね。このホテルは別注料理の種類が豊富だったような気がします。本ズワイガニ足とも迷いましたが、このお肉が美味しいので注文して正解でした。次はお醤油でいただきます。お醤油の方が美味しいです。今までホテルに宿泊した際、別注料理は頼んだことがありませんでしたが、こんなに満足感があったとは驚きです。のんびり焼いていたら固形燃料が終わりかけてしまった。お肉はギリギリ焼けたのでよかった。3杯目はビールとスパークリングワインもいただきます。そういえばこのホテル、お酒の種類が豊富でしたね。伊東園リゾートはお酒の種類が多いイメージですが、リゾートと同じくらいの種類の多さだったような気がします。スパークリングワインもなかなか珍しいような。最後にデザートをいただきます。プリンには黒蜜をかけて、カットケーキも一つずつ。デザートもたくさん持ってきました。
パインは甘酸っぱくてさっぱりします。なんか食べやすいなと思ったら切り込みが入っていました。こんなに丁寧な処理をされていたとは驚き。黒蜜プリンもあっさりしていて食べやすい。今日も満腹になりました。ごちそうさまでした。せっかく花火ができるエリアがあるので花火をしようと思います。1袋770円でした。はい、じゃあ770円頂戴します。花火を購入すると水入りバケツとチャッカマンがもらえます。危ない。今年初めての花火です。今年最初で最後になりそうです。皆さんは今年花火をされましたか？久しぶりに花火をやると綺麗だなと思いますし、楽しいです。最後は線香花火で誰が一番長くできるか勝負。これだけ。え、5秒くらいで終わっちゃいました。レンジがある限り長く続く。パチパチシカシカ。線香花火。お姉ちゃんが一番長くできました。線香花火って儚いですよね。そこが好きなんです。この後ゲームセンターに行って太鼓の達人で遊びました。お部屋に戻ってきて外を見てみると綺麗な夜景を見ることができました。虫がたくさんいたので窓越しに眺めているんですが、実際は映像の数倍綺麗でした。しっかり夜の景色も目に焼き付けたところで、今日はもう寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。今日もいい天気。今日も富士山は見えませんが、朝の景色も素晴らしいです。朝食の時間になったので会場に向かいます。会場は昨夜と同じ場所です。時間は6時45分から9時まで。時間制限は特にないそうです。
朝もソフトドリンクは無料で利用できます。一通り見終わったので取り分けていきます。そうなんや。煮物をいただきます。お豆腐の薬味はたっぷりと。サバとなめたけオクラを盛り付けて、ご飯とおかゆどっちにするか迷うところ。一旦置きに行きます。やっぱりおかゆもいただくことに。完成。1周目はこんな感じで持ってきました。お姉ちゃんはこんな感じ、父さんはこんな感じ。お味噌汁からいただきます。温まります。朝ごはんはなめたけとかごま昆布とかご飯のお供で食べるのが落ち着きます。そういえば今朝外の空気がとっても澄んでいて気持ちよかったな。中伊豆ってあまり来たことなかったですが素敵なところですね。次は富士山が綺麗に眺められる冬に来たいです。ネギたっぷりおかゆもいただきます。お出汁などは効いていないシンプルなおかゆ。2周目はパンをいただきます。アレンジサンドでも作ろう。アレンジしていきます。サバをひたすら細かくしていきます。ここまで細かくなればいいでしょう。マヨネーズを入れて、お醤油も少しだけ。よく混ぜたら OK。
最後にネギを散らして完成。母さん特製サバマヨサンド。お姉ちゃんは丼にしたいらしいので、サバマヨ丼の完成。ツナマヨより旨味があって美味しいかも。バイキングでお料理アレンジするのって楽しいですね。最後にデザートをいただきます。今日も朝からたくさん食べました。アレンジレシピも楽しめてよかったです。ごちそうさまでした。楽しい時間はあっという間。チェックアウトの時間になりました。この素晴らしい景色ともお別れです。おはようございます。ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。では今回の宿泊料金と感想をお話ししたいと思います。料金は公式ホームページから早割90プランでの予約で2食付き、大人1名8030円で宿泊できました。夏休みシーズンのお値段とは思えないお得さです。今回宿泊してよかったと思った点はたくさんありましたが、一番はやはり景色でしょうか。客室からだけではなく、大浴場やロビー、食事会場からも富士山を眺めることができるのはとても貴重だと感じました。プライベート感のある離れも、本館客室のプラス2000円で宿泊できるところも魅力的です。長嶋茂雄さんが現役時代に山ごもりをしたという離れに、こんなに低価格で宿泊できると知った時は感動しました。あの歴史的記録を残した偉人が選んだ宿。その中でも、このお部屋でなければお泊まりにならなかったというほどの離れの富士の間から日本一の富士の絶景をご覧になりながら、日本一への夢の実現を思い描いていたことと思います。離れの庭で素振りをしたり、ご家族で過ごされた様子もホテルで詳しく紹介されており、国民的スターが滞在された現場を見ると、ファンの方もそうでない方も感じるものがあるかもしれません。バイキングのお料理は普通でしたが、別注料理の静岡和牛が美味しかったので満足です。富士山が近いホテルということで、外国人観光客もたくさん宿泊されています。古き良き日本の雰囲気を楽しめる素敵なホテルだと思いました。皆さんはどう感じられましたでしょうか。オーヒトホテルの詳細は概要欄に記載していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。今回も大変長い動画となりましたが、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。